アベマ初場所は今日7日目を迎えました、土曜日ということで館内大変なお客様なんですが、こちらアベマのスタジオの方も大変な状況になっておりまして、ご覧のようにこの相撲ファンが待ちに待ったツーショットと言っていいでしょうか、今日のアベマ大相撲ライブはこの二方、豪華ダブル解説でお伝えしていくんですが、もうおなじみの原田勝さんと、はい、よろしくお願いします。去年の11月引退を発表されたばかり、小結遠藤として活躍されました北陣親方です。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこのだってもう戦ってた相手でしょ、はいはい、この子を解説するっていうのは複雑ですねでもまだ取りたいっていう報道を聞いてたけど、はい、まだ相撲 やりたいっていう希望はあるんですか？はい、もう一度まわしはもうつけれるはつけれるんですけど、まわしはずっとつけれますよね。もう一度、はい、土俵上がりたい。本土俵は無理ですけども、はい、相撲を取りたいなって思ってます。さあ時間でございます、その竜電のこちらは竜電ですが、相手は今場所の新入幕初山というところです。まだ初山白星がなく苦しんでます。さあ7日目の相撲が幕内始まっていきます。このもろ手からの突っ張りが初山の武器なんですが、竜電落ちない。初山が落ちてしまいました。残念ながら新入幕これで7連敗ということになりました。突っ張ってるんですけどね。今場所突っ張りは出てはいるんです、ね、出てるんだけど下がりながら突っ張ってるんでね、それでは効かないですよね。どう親方、竜電のこの構えながら前に行ってないですけど、本当にそれを本当にじっとこう我慢して下から攻めてたなと思います。初山はやっぱり軽いじゃない、はい、見ていて、はい、前にも出てないし、はい、あれはどういうふうなタイミングで立ち合い立ったりした方が相手にこう力をぶつけられると。北上は今はもう一番奥が横綱で、大関、番付順にもうあとは並んでます。で番付落ちたらやっぱりね、そういう明けにも何もなくなる。なくなって本当に横綱と本当に横綱の明け荷のするとストレッチしたりしてましたね。はい、さあ今日は土俵上1敗の欧勝海は友風戦です。回しを探る欧勝海ですが押し出しました。欧勝海これで6勝1敗と星を伸ばしました。大丈夫か？友風大丈夫でしょうか？途中で花道で転ぶなんていうシーンがあったりして、ちょっと今場所元気がないかなという。体寄せてるのがうまいですよね、欧勝海ね。欧勝海？体痩せてますよ。違う寄せてるのがうまい。友風がよく動いてるし。24歳。ね、24歳いい時じゃないですか。上手取れなくてもね。怖がらずにね、腰引いてるの無理やりやる時代だったの。そうです。はい。それは石川県だからじゃなくて、それだったのかもしれないです。水も飲んじゃダメでした。そういう時代ですかまだ。本当は水飲まなかったら死にますよね、この今日ね。本当に考えられなかったです。今なんかペットボトルでいいお水飲んだりね、できるからね、時代的に。さあそしてその翔猿の対戦相手が、遠藤現役最後の対戦相手になりました朝紅龍です。翔猿がちょっとここまで1勝5敗と元気がないです。土俵同士の激しい相撲、この引きについていきました朝紅龍の勝ちです。この辺りが今場所もう一つ翔猿の元気のないところです。右膝大丈夫ですかね、翔猿ね。大丈夫かな。
ちょっと今場所北陣さん、はい翔猿が元気がないかな。そうですね、まあ、どこか極端に悪いとかではないとは思うんですけども、まあ、一つ二つこう勝ってくるとまたこう、さっきも言いましたけど調子ついてくると。ちょうど2年先輩が遠藤ということになるんですが、さっきあった可愛い後輩ですか。可愛いっていう話もちょっとあります。まあでも可愛いってほどこう付き合いがあった後輩というわけではないです。はい、あ、そうですか。はいもう良くないっていうことは言ってましたけども、本当に、まあ、それなりの覚悟を持って続けてると思うので頑張ってほしいです。親方も幕内から十両落ちた時、あの時のこう気持ちとか心情はどうでした？僕はそうですね、そんなに落ち込むこともなくですね、やるのかやらないのか自分自身問い詰めて、まあ、体が勝手に次の場所に向けて稽古してたので、でまだやりたいということなんだなって思って取り組んでたので。さあ注目の一番が制限時間いっぱいです。ただ一人勝ちっぱなしの阿炎と幕内に久しぶりに帰ってきた朝乃山という共に優勝経験を持っている2人の対戦となっています。今日は阿炎はもろ手です。いなしに落ちない朝乃山、よく見ている朝乃山、引き落とし、阿炎負けてこれで幕内勝ちっぱなしがいなくなりました。朝乃山が勝ちました。阿炎6勝1敗と7日目に土がつきました。アクションいっていいですか？さあそしてアクションということで今日も赤津さんに来ていただきました。そうですね、落ち着いてますよね。北井さんどう見ましたか？これはもう本当に朝乃山の下半身が崩れなかったですね。もうちょっと阿炎も本当にもう朝乃山の首から上をどんどんついて前出て崩してから動いてもよかったのかなと思います。右手を軸にしてるから相手は分かっちゃうんですね、大体ね。腰引いてきてるし、これからもどうですか、後でアクション解説なんかはもう。なるほど、それがこの後の流れを決めていく。さあ一方土俵上に注目しますと朝白龍がさっきの初山とともに新入幕なんですが、花田さん、朝白龍の方はまず自分の相撲を取ってますね。そうですね、まあ、落ち着いて相撲を取ってるんじゃないですかね。右四つという自分の型がありまして、左上手を引きますと強さをより発揮していきます。なんとか中に入りたいのは翠富士です。中に入れば仕事ができますが、そのあたりは背中朝白龍は当然考えています。これともに花田さん慎重ですね。そうですか、朝白龍がね、まあ脇を締めて相手を見て落ち着いて攻めてるんじゃないですか。もうね、翠富士が陣地に入ってきてる。ただあれ翠富士のこの左足、俵に足がかかって、ここから守りに強くどう攻めに転じるか翠富士です。それでも前に出ようという朝白龍。長い相撲になりました。朝白龍も懸命にこの左から絞っていきますが、翠富士の左の足が俵にかかって、これなかなか押すのが難しい状況です。翠富士は伺う状況。
頭の突き合いです。なんかこうゴリゴリと音がしそうな。かいなを手繰りに行った翠富士。ちょっとここで力が抜けてしまいました。押し出し朝白龍新入幕、これで5勝2敗としました。うまいですよね。うまかったですね。翠富士に常に正対してはい。取ってるから、タッチペンできますか。タッチペンいきますか。はい。これでもう最後のところですかね。もうそうすると花田さん、これ根負けってことですか、翠富士は。そう、手たぐろうとしてるんですよね。でもほら疲れてるでしょ。確かに。ここでもね、場所前のその稽古内容とかでも変わってくるから、どれだけ持久力が網ぐらいじゃないですか。あれのまた阿炎のあれが魅力でね。昔の阿炎はね、ああいうやっちゃなところがあったんですけどね。できないでしょ。いや普通ああいうできないですね。いやもう遠藤にインタビューするときこっちの方が帰りたくなりましたもん。本当ですか。千代翔馬と獅司です。獅司がここまで4勝2敗。千代翔馬は一昨日の相撲でちょっとこの腰を打ってそれが気がかり、今日もテーピングが見られます。ちょっと動きました獅司。さあ得意の千代翔馬回しを引きました。ここから投げもありますが胸を合わせた獅司、寄り切りました。獅司の勝ちです。すごい立ち合いですね、獅司の。なんだろうね。どうあの立ち合いは。あれは普通はやっぱり大きい人じゃないとできない立ち合いでしょ。はい。それ改めて聞くと、それやりにくい立ち合い、どういう立ち合いですか、獅司の立ち合い。もうこれもまた感覚的なところはあるんですけども、はいなんかこう差し方に一つにしても回しの取り方にしてもですね、なんかちょっと独特な感覚がありまして、はい、それは巡業の稽古で、X のアベマおよびアベマ大相撲公式アカウント、こちらの方からどしどしお答えいただければというふうに思います。毎日抽選で1名様にプレゼントを用意しております。さあ土俵上時間になりました。時疾と御嶽海、御嶽海もうベテランの域に入ってきました。33歳、互いに3勝3敗同士です。中に入ったのは時疾です。時疾がもろ出しになりました。寄り切り時疾の勝ちです。白星先行させたのは時疾です。いいんじゃないですか。これ頭からいかないっていうのはどうですかね。同じ左四つとして、あんまり大きくない力士じゃないですか。そうですね。これ普通は足が強い感じしますね。対戦した感覚的なですね。今この相撲はもう本当右から押っつけも本当に何でしょう、下半身で腰からこう押っつけてるような押っつけではあるんです。さあ土俵上は錦富士と狼雅という2人が上がりました。タッチペンも言ってくださいよ。結構あれ花田さん無茶ぶりしますね。そんなことならいろいろ実はやりたいけどって気持ちもあるんですね。いいえ、もう本当恐れ多くて。いや、いつか来るから早くやっちゃった方がいいんですよ。なんですよね。そうは思ってはいるんですけども、はい。3勝3敗同士です。中に入りました。錦富士が攻めます。寄り切りました錦富士の勝ちです。こんなね入られたら本当は外からね狼雅上手取りっても状態上がっちゃって無理ですよね。錦富士いい相撲ですね。錦富士左四つ、狼雅右四つという喧嘩四つだったんですが、そうすると花田さん錦富士は出てくださいって言ってるようなもんですよね。ああ、なるほどね。常に錦富士が攻めてますよね。そうですね。先手先手で攻めて。後手後手でこれも右四つになったんですけどね。上手取りに行くのうまいのはやっぱり脇上がるなとか状態上がるなっていうのを思ってた。同じようにカッとなっちゃダメだなっていうのが確かに。そう、遠藤が張り返すっていう場面も見たことないですもんね。常に冷静に。さあ土俵上は4勝2敗、現在4連勝中のこちら琴勝峰、対するは、日大の北陣さんの後輩ということにもなりますが金峰山という対戦です。
もろ手から、そして右四つです。上手金峰山ですが下手投げ。今場所はもう一つ金峰山迫力がありません。上手取りに行くのがね遠いですよね。ちょうど1年前のこの初場所はこの金峰山とさらに豊昇龍、そして王鵬のね巴戦があったんですけどね、聞いていただいて、別に土俵上関係なくてもどうぞどうぞ。はい、と振られると聞きにくいものかもしれませんけど、そうですよ本当肩越しとね、この肩越しね、肩越しこうやってね、おつけたりしたら、またこれね、張り切る材料がたくさんあるこの初場所という欧勝馬です。昨日の負けを非常に悔やんでました。昨日は美ノ海戦、物言いがつく相撲になりましたが、押し入りました。豪ノ山の勝ちです。欧勝馬は連敗1敗から2敗に後退です。今日は豪ノ山のいい面ばかりが出ました。久しぶりにいい相撲見ましたね、豪ノ山のね。いい相撲ですね。多いよね。多いですね。これね、回し取ったりすると休めるけど、この突き押し相撲っていうのは休めないですもんね。確かにそうですね。単純だけども、でもいろいろなね工夫をして、広背筋が強いんですか、引きつけたり筋肉といいますか、もう本当に正代じゃなきゃ取れない相撲だなって感じますね。本当つま先立ちですね。身長僕とあまり変わらないんですけど、つま先立ちになるごとにその分だけ大きい人と相撲を取っているような感覚になるといいますか、ただただ胸から来てるとかではなくてですね。そういうことなんですね。さあ時間になりました。この対戦は去年の春場所以来の対戦になります。平戸海戦。踏み込みは平戸海。攻め切りました。今日は正代粘りを出すことができませんでした。なんか立ち上げるんですよね。なんか立ち合いが合ってないような感じがありました。もうなんか一方的に踏み込んでいった平戸海という感じ将来は待っただと思ったんじゃないのですかね。でもどうでしょう。手ついてたんですかね。よく言う待ったならまたまたまたって言わなきゃダメなんだ。なんかそうですね。正代としては十分じゃないですね。いつもの正代と違いましたもんね、全然相撲内容がね。そうね、もうこういう時も一言審判から何かあった方がいいですよね。見てる人は分かんないから、突き押しがなければ、その動きさえ止めてしまえば、あとはもう詰めていくだけですので。なるほど。はい。といかに相手の動きを止めるか。そうですね。左で止めるのか右で止めるのかですね。当然美ノ海もその辺は考えて今日は土俵に上がっていると思います。美ノ海も非常に相撲のうまい左前回し右四つという型を持っている力士ですが、この両者の対戦、去年の秋場所に1回ありまして、その時は寄り切りで美ノ海が勝っています。さあ5勝1敗の藤の川、7日目の相撲、ここから後半戦です。一気に出ますが突き落とし、今日は回り込めない藤の川。一気に出過ぎちゃったから、出過ぎましたか。止まればよかったんだけどね。1敗から2敗となりました藤の川。美ノ海がこの辺りはうまくさばいたという形です。よく見てますよ。そういうふうな攻め方っていうのはね、肘を使った方が良かった。当たりいいし、当たりいい。美ノ海も左回し与えない。ね、この右からのいなしが効いたってことですかね。そうですね。これまだね、逆転するね、腰余裕があるから美ノ海押されてるんだけど、でそこが小兵の弱点というか、ですけども、それが一つ円運動でもない。そうですね、円運動ですよね。円もあるし、あとは関節技っていうか、
おっつけってそうですね。するところがあるから、ロックする相手の肘をね。そこを誘い込むとか、なるほどね。あと合気道、はあ。その流れを、なるほど。そこは円でうん。行くっていう。ここはどうやら地元静岡から応援団が来ているようです。伊勢ヶ浜部屋のこの若手力士たち、白の富士、吉野富士、そしてこの熱海富士と今場所は揃って好調です。踏み込みは熱海富士、そのまま行くか、いけるか、いけました。これで5勝目です。今日はこの体もよく前に運びました。応援団この喜びを。この立ち合いいいですね。いい立ち合いでした。これできるんじゃないですか。まさにできるんじゃないですかっていう立ち合いね、でしたね。土俵がちょっとね、もう少し、まあ、一気に行きたいんでしょうね。だけどもしかしたら、見えるので何かがあるかもしれません。今日はとにかくシャニムに出ました熱海富士。まあ、前出てるから土俵際ね、良かったんですけどね、上手い人は稽古場とかはですね、こう、力のまあ調整はしてるんです、だと思うんですけども、でも、いざ本番になるとですね、もうぶちかまして本当41歳、17勝、玉鷲20勝、この37回の対戦というのは遠藤の一番たくさん対戦した相手が玉鷲なんですね。あ、そうなんですか。へえ。さあ相手は隆の勝です。まだ今場所白星がない隆の勝。ちょっとずれました玉鷲、ずれて押っつけて、この引きには足がついていきませんでした。隆の勝今場所の初白星を挙げました。玉鷲は2勝5敗と星が変わります。タッチペン行きましょうか。タッチペンいきますか。はい、お願いします。隆の勝は右が入ると強いということもあって、そこはうまくいきましたよね。今場所隆の勝は決して相撲内容悪くないんですけど、ここまで白星がなかった中で今日ようやく今場所の初白星を挙げることができました。まあ、全部連動してるんですね、親方ね。こう腰を落としてとか当たっていくとか、最初からちょっとこう避けていくんだったらその相撲に徹しないといけないわけですよ。そうですね。はい。ピンクなのか桃色なのかは知りませんけどピンク好きな色です。そうでしたよね。タオルも顔を拭くタオルも、ね、ずっと同じタオルにして。もう自分でそういうピンクいいなっていうね使ってたの。そうですね。もう小さい頃からどちらかというと暖色系が好きで、赤とかですね。そうすると気持ちがこう上がると言いますか。はい。また色白のエンドに合うんですよね、このピンクがね。さあ時間です。一山本戦、中には入れるか。裏入れたくない一山本、足を狙った。裏が勝ちました。回り込めませんでした一山本、押し倒し裏、今場所の初白星がこの7日目に出ました。一山本ちょっと足大丈夫でしょうか。今日もちょっと攻め込まれたんです。ここは親方に解説を。はい、どうしますか。アクションにしますか、タッチペンにしますか、それとも口にしますか。違うような気がしますね。これ突っ張りはどう。一山本の一山本はやっぱちょっと警戒しすぎて、一番持ち味のあるこうなんていうんですか、まとまった本当に一点集中の突きができてないですね。その突きが出ようとしたところ、裏がうまくこう潜って、まあこれで一勝ですか。一緒です。今場所初白星。なんか裏の顔だけ見てると負けたような感じ。もちろんそうでしょうね。でも高安を引っ張り込むっていうのを見てみたいと思う。四つは互いに左四つを得意にしているんですが、高安は今日どういう立ち合いを選択するか。過去は7対1と高安が大きくリードしています。全勝阿炎が敗れました。現段階で優勝争いトップは1敗、星1つの差で2敗で追う高安という状況にもなっています。立ち上げから体当たりから強烈に突っ張って一方的になりました。
高安好調です。これで5勝2敗です。もう何も言うことなく高安いい相撲でしたね。どうにかアクションと思うんですけどね、こういう時に限ってこういうねそうですね、もう左差しに行くのかなと思ったんですけど、はい立ち上げ右で勝ち上げて、すぐ左、右で勝ち上げれば、王鵬もたまらず左の方にちょっとずれますよね、はい立ち上げ瞬間ですけど、はいでもやっぱ右にずれればそこから、高安関がこうスイッチした時にですね、ちょうど正面にいるんですよね。そうすると攻めやすいですよね。はいで、王鵬がちょっと回り込んで後手後手にまた霧島と今場所大活躍の吉野富士という花田さん、この一番も楽しみですね。そうですね、吉野富士もこのアマチュアの時とプロのね、この力士人生どうですか親方、違いは。でも本当よく相撲をこうなんでしょうね、組み合わせたといいますか、学生時代のイメージからするとどちらかというとこう当たってぶちかましてどんどん突っ張って前に出るという相撲ではなかったので、よく本当にその相撲を、取得しきったのかどうかは本人は分からないですけど、はい、しっかり取り組んでるなと感じます。さあ時間です。立ち合いの当たり踏み込みは吉野富士ですが、中に入ったのは霧島もろ差しです。首投げもあります吉野富士ですが、そこは霧島も分かっています。上手投げ、霧島の勝ち。ここは霧島が大関経験者としての何か意地を見せたような、そんな一番になりました。足の切り方がうまいですよね、霧島。ちょっと一回見て、はい、親方にちょっと回しの切り方を教えてもらいたいですね。これで6勝1敗としました。ちょっと解説をしていただきます。当たりはね、吉野富士が良かったですね。良かったですね。上手ね、取ってからのもうこの中でもろ差しです。ね、この瞬時に切るという、土俵際の逆転の投げもありますが、親方どうですか、ちょっとはい、回しの切り方で、どうぞどうぞ、はいゆっくり。じゃあ僕はこっちでいいですか。じゃあちょっと赤さん休場してて、休場してて、で左上でこう取ってること考えていますからね、青錦。ただ花さん、新大関の場所というのは取材も多いし、パーティーやなんかもありますし、なかなか挑戦難しいんじゃないかなと思ったりしますけど、疲れますよね。そういうふうに心配された方もいると思うんですけど、はい、私はその心配なかったですね。何回も言うんですけど、先場所負けた力士にどうやって取り組むかっていうのが、私は今場所の彼の注目している点なんですけどね。そういう点では吉野富士に対してもまだまだ攻略はしてないですよね。勝ったのは勝ったんですけどね。今日は若元春、昨日うっちゃりという話がありましたが、王鵬をうっちゃって今場所の初白星を挙げています。過去は2対1と青錦がリードしています。ちょっとずれて左四つになります。休まずに攻める青錦、うっちゃりに行きますが、今日はちょっと難しい。青錦の勝ちです。これ物につきますね。つきますか。今日はちょっと難しいんじゃないですか。しかしこれで6勝1敗で新大関が明日の中日、これは北陣さん、立派な成績ですね。そうですね、もう本当どういう気持ちでこの場所を望んでいるのか気になるところであるんですけど、もう原田さんが新大関の場所、僕はもう経験ないのでわからないんですけども、もう初日はすごく足が震えるぐらい緊張したってお話しいただいたりしまして、あれだけの稽古量、あの時代のですね、部屋の稽古量をもってしても初日というのは、左差していってるのにね、若元春もうっちゃるっていうのは昨日の相撲を見てて大関分かってるし、あとタイミング、ちょっとアクションいきますから、これ当たるね、ごめんなさい、大関横綱見ていきましょうね、最後やります。そうですね、右が入ればですね、ちょっと覗いたり入ればいいおつけが出てくると思うんですけども、4勝2敗ということです。去年1年間は非常に悔しい思いをした琴櫻、
今年にかける思いというのは強いものがあります。口には決して出さない大関ですが。全勝の阿炎が前半の土俵で今日は敗れました。全勝がいなくなって1敗が優勝争いの現段階ではトップ。引き落とし、琴櫻の勝ちです。若隆景としては珍しく前にパタッと落ちました。今場所の立ち合いのタイミングがね、若隆景がね合ってないんですよ。ああ、そうですか。多分待った多いんじゃないですか。今場所。確かに待った多いですね。左から北井さん、若隆景も追っつけようかっていうところだったと思いますが、そうですね。こうモニター上で見る感じではですね、涙の女王とかですね、はい、見てましたんでね。こういうタイトルがね、遠藤の口から出るっていうのも新鮮ですよ。そうですよね。さあ、土俵上制限時間いっぱいです。阿炎が負けたことによって全勝がいなくなりましたので、現段階ではみんな仲良く1敗で並んでるという中で大野里、原田さん、大野里状態万全、あるいはまだまだ今場所は全然万全じゃないですね。万全じゃないですね。はい。さあ、そして大栄翔がそれに対してどういくかというところですね。万全じゃなくてもこの成績ですから。そこがやっぱり横綱たるゆえんと言えるかもしれません。過去は7対1、大野里。右から差すような動きでした。危ない横綱。かなり状態が崩れているが、叩き込み、こうして最後は勝つ今場所。6勝1敗、負けませんでした。今日も負けませんでした大野里です。相撲自体はもう土俵際ギリギリですよ、横綱。今場所そういう相撲がもうかなりありますね。もう大きいから防いでるだけで、もう多分それを見たら分かるけど、フラフラですよ。その万全もう当たり前じゃないですか、万全じゃありませんよっていう、どの辺がどう万全じゃないですか。分かると思うんですけどね。初日2日目あたりは結構気合入ってるから。そんな入ってないです。もうすぐ引いてるでしょ。踏み込みもないし。大栄翔惜しかったですね。そうですね。チャンスあったんですけど。ありましたね。バタバタしてますよね、大野里ね、今場所。ただこういう中でも一つ一つ勝っていくというのが、ただ今これ勝ってるんですけども、一番心配が怪我。こういう時が一番怪我しやすい。こうバタバタしてる時って怪我をする。今日じゃなくてこのトータルの中で、そこで6勝1敗としているのは5人。さあ、そこに豊昇龍。この混戦の中で脱落していくわけにはいきません。横綱としての初の賜杯を抱くために、先場所敗れている伯乃富士が今日の結びの相手です。伯乃富士にとっても西の3枚目、一つ目標としている新三役ということに向けても、今日のこの一番というのは大切になっていきます。さあ、4場所連続の金星となるか。踏み込みは伯乃富士、まわしを探りますが、小手投げ、逆転、豊昇龍の勝ち。豊昇龍にはこれがあります。しかしここで物言い、
物言いがつきました。向こう上面の二条関親方が手を挙げました。どこでついてます？どこですかね。この小手投げ、足を跳ね上げて、向こう側手も豊昇龍は大丈夫、曲げもああ、負けついてるけど。でもまあああ、横綱が顔からいってる。いいね。向こう顔から行きましたね、豊昇龍今日。この手は引っ込めました。そして曲げたもだいまの競技について説明いたします。行司軍配は豊昇龍を有利と見て挙げましたが、両者の体が落ちるのが同時ではないかと物言いがつき、協議した結果同体と見て取り直しといたし取ります。直しという結果になりました。ということはやはり白鵬富士の体も飛んでいたということもあるのかもしれません。もう横綱最後はもう投げしかないですもんね。最近投げを打っても返す人が少ないんですよ、ね。ああ、なるほど。昔はよくね、顔からいって投げの打ち合いで。そう。例えば今の、ね、白鵬富士だったら、はい投げられてるんだけど来るの分かってるからわざと投げに誘い込んで内側に足持っていくとかね。ああ、なるほどね。ああ、横綱も切れてしまいましたね。手ちょっと見えなかったです。こっちの見えなかったですね、向こう側。反対側見えないからですね、ここだと。さあ、そして二方横綱。痛みは分かってないですよ。ああ、もうそれこそアドレナリンがも出てる。うちょっと今は集中してね。さあ、ここで取り直しの一番が時間です。もう両者下がりはありません。豊昇龍としては2場所続けてこの白鵬富士に負けるわけにはいきません。ここまで今日は昨日に続いて横綱大関陣安泰できましたが、さあ結び波乱か、それとも豊昇龍が締めるか。立ち合いは横綱どうか。今度はまわしを取りに行きました。踏み込みました。上手から上手投げ、しかしついていくのが白鵬富士。休まず攻めます横綱、寄り倒し。豊昇龍取り直しの一番はしっかりと自分の相撲、速い相撲で寄り倒しました。6勝1敗、豊昇龍も1敗を守りました。今日は横綱大関陣安泰、4人とも全て白星という結果になりました。まず花田さんからお聞きしましょう。どうだったでしょうか。腰の位置がいいですよ。腰の位置がいい。そう、やっぱ最初の立ち合いは速くてよく見えるんですけど、はい、相手に簡単に言うと圧力かかってないんで、ああいう相撲になっちゃうんですよね。はい、でも今はね、上手から攻めてるんだけどちゃんと腰を立ち合いという面では北地さんどうだったでしょうか。2回目も張るのかなと思ってましたけど、いや張らなかったのが良かったですね。そうでしたね。張りませんでした。張らないことでですね、一つ工程が相手とこう相手より有利に組む工程が一つ減ったので、ですからすぐその分すぐ右の回しがですね、まあ体格差もありますからリーチがありますからすぐ取れて、その後はもう本当にその後の流れはですね、ここからもう豊昇龍は自分の流れだったと思います。また本当に上手が浅い、いいとこ取れましたよね。いいとこ取ってますね。いいところ持ってきましたね。最初そうでもなかったんですけどね、深かったんですけど。それができるのが横綱ですよね。このね。なるほどね。最初この相撲を取ると楽なんですけどね。いやしかし終わってみれば今日は阿炎が敗れて、そして豊昇龍、大の里、青錦、さらには関脇霧島も含めて星を伸ばしました。平幕の欧勝海も勝っていますが、いやこういう結果になりました。改めて今日この終盤目が離せない中で